特急さくら物語第1話。朝風に次ぐ2番目にブルートレイン化された寝台特急さくら。電源車はマニ20の使用実績を踏まえて車長を延長して荷物積載トン数を増したカニ21が誕生。途中で編成を段落としするので切妻型の座席車アナハ21が誕生等の特徴がありました。この平和っていうのはね、寝台特急さくらの電信特急平和号の著作簿をイメージして作成してみました。はじめに、さくら号という愛称、宣伝編ということでお話をさせていただきます。さくらという列車自体は戦前から運転されていたことはご存知の方も多いでしょう。東京から下関間に設定された特急富士の姉妹列車で、富士の15分前を走る列車として、3列車の列車番号が与えられていました。編成は3等車と和食同車で構成され、特急富士は1列車として、編成も1、2等車と食堂車という違いがありました。真意のほどはわかりませんが、富士が1、2等特急、桜が3等特急なので、テールサインも富士は当時の列車帯の1等白と2等青を使って表現し、桜は3等が赤帯なので赤系統の色としたという話を聞いたことありますけれども、実情はどうなのでしょうか。ちょっと私もそこまで調べきれておりません。もしご存知の方ございましたらね、コメントの方よろしくお願いいたします。ちなみに昭和5年の運転時刻は下記のようになっていました。特急桜3列車、東京12時45分発、名古屋18時44分、大阪21時54分、終着下関には8時35分。特急富士の方ですけども、こちらは、東京13時、名古屋は19時02分、大阪には22時05分、終着下関には8時50分ということで、15分のね、続行運転というか、そういうのになってました。なお、昭和15年には時刻が少し変更されまして、特急桜は、東京13時30分、名古屋19時5分、大阪22時7分で終着下関8時と。で、特急富士の方も同じように、こちら1時間半遅くなりまして、15時出発の、名古屋が20時32分、大阪は23時34分、終着下関には9時25分というふうに変更されています。洋食同社と和食同社ということでお話をさせていただこうと思います。現代の、すでに現代というとね、食堂車自体がもう消滅しちゃってるんですけども、国鉄時代を含めてですね、食堂車のルーツと言えるのは、戦後のね、和食堂車と呼ばれるものでした。昭和15年の時刻表を参照しますと、東海道路線ではですね、洋食堂車が連携されている列車、ね、以下の通りちょっとあったんですけども、それ以外の列車はですね、基本的には和食堂車が連携されていました。もちろん東北本線とかですね、宗谷本線、それから函館本線ですね、こういったところにもですね、やっぱり和食同車が連携された列車が走っています。でこちらね、洋食同車を連携した車両というか列車の方をね、見ていただこうと思います。特急つばめ、11、12列車、ね、不定期列車の1011、1012列車もそうなんですけども、東京神戸間。特急かもめ、ね、それと特急富士、同じく急行列車、17、18列車、独自名詞列車というところですね。で、あともう一つ急行7列車、8列車ということで、こちらの東京下関で呉線経由となっています。呉線経由ということで、今、海軍兵学校がね、あったのご存知だとかとも多いと思うので、いずれは海軍のね、そういう利用が多かったということでのね、呉線経由だったと思います。それ以外の列車、特急列車並び急行列車ではですね、和食同車というものが連携されていたということです。特急桜ではですね、唯一特急台ながらね、和食同士が連携されていたということで、東北本線以外はね、先ほど申し上げましたように、東北本線とか、あと宗谷本線とか、函館本線などでね、和食同士が連携した列車が走っていたというのを時刻表で確認できております。だからこれはですね、あくまでも当時の食習慣を反映したもののようでね、一般大衆には洋食という料理がなかなかまだ普及していなかったということでの措置だったようです。実際ですね、ちょっと調べてみましたら、カレーライスとかね、
あと、コロッケとかは、あとビューティーなんかもね、どうも提供されていた、和食堂車でね、提供されていたようです。戦後特急朝会のね、姉妹列車として誕生ということで、いよいよここからですね、前の特急桜のね、寝台特急桜のお話をさせていただこうと思うんですけども、寝台特急桜のルーツというのはね、昭和31年に、誕生した特急朝風の姉妹列車。ね、この幸風っていうのはその直接のルーツとなります。特急朝風は、大阪飛ばしっていう言い方したんですけどね、当時。大阪駅を1時19分着、1時24分発というね、当時とすればですね、非常識な深夜時間帯に発着する列車ということで、大鉄局がね、かなり抵抗したらしいです。実際当時ですね、それまではだいたい22時から23時台にね、大阪駅を出発するという列車で、翌日の朝にですね、だいたい下関方に到着するっていうね、ダイヤを組んでましたので、それと比べるとですね、深夜の遅い時間帯についてね、それでさほど遅くない時間帯にも博多にまでついてしまうとなればですね、これはもう正直言って大問題だったんですよね、当時の人はね。で、大阪大鉄橋かなり抵抗するんですけども、最終的にはですね、本社で押し切られちゃうという形なんですね。で、ただですね、実際にどうだ、本当に大丈夫なのかなっていうで不安要素が大きかったんですけども、結果的にはですね、朝霞でね、連日満員というね、満員盛況、満員御礼のね、状態なんです。でも昭和32年には臨時列車をね、運転することになり、この時誕生した列車がね、幸風っていう名前だったんですね。当時の時刻表示を参照しますと、東京19時発で、博多には12時25分着となっています。で運転期間がですね、一応7月20日から8月30日となっているんですけども、実際ですね、毎日運転するね、臨時列車という扱いで、10月の改正ではですね、運転区間を東京から長崎に変更の上、定期列車化した。そうです。ちなみに定期列車の特急は坂ではですね、東京18時30分、で博多は11時55分だったそうです。確かこの列車もですね、朝風と幸風ね、朝と幸の違いなだけなので、当然のことながら誤乗も多くですね、苦情も絶えなかったということもあって、昭和33年10月の改正で、この列車をですね、幸風を改め平和、ね、改名することになります。平和から桜へということでね、お話をさせていただこうと思うんですけども、この特急幸風ですね、さっき申し上げましたように、非常に誤乗がね、誤って乗ってしまう人が多かったということから、平和っていう名前ね、改名されるんですけども、この列車名ですね、実は1年後にはですね、再びね、お蔵入り、使われなくなってしまうんですね。で、なぜかっていうと、特急朝霞ではね、昭和33年10月に20系客車っていうね、20系客車されましたけども、その第二陣として、特急平和が20系客車がされることになったんですね。その時にですね、愛称もね、平和じゃなくって、昔のね、特急列車の愛称であった、桜がね、使えるようになったわけです。この時はね、富士は誕生してません。で、ここで、担当特急や桜の名前をね、ここで使おうじゃないかということで、桜って名前を出してきて、当然平和はまたおっしゃられてしまうわけですね。で、この時製造された電源車は、カニ21と呼ばれてね、朝帰りの利用実績等を踏まえて改良が図られたもので、車両長さが延長されてね、荷物質も3トンから5トンに増加。ね、主に新聞層などに使われたみたいですね。で、特急桜はですね、朝風でも偏差シンプルでね、二等寝台車、一人個室と開放式寝台の合同車ね、ナロで22、それとあと二等打席車はナロ20、で三等寝台車は那覇で20ね、あと三等打席車は那覇府21との那覇府20っていうのね、いかにの編成だったそうですということでちょっと見ていただこうと思います。ね、電源車、二等寝台車、二等車、で食堂車、三等寝台、三等寝台、三等車。で、その後三等寝台がずらずらずらと5両ほど並んで、最後三等車ということでね。当時ですね、なかなか寝台列車といえどもですね、すべての列車にね、寝台が埋まるか。
というね、そういうふうな不安もあったとも言われていますし、気楽に乗れる列車という意味合いもね、あったんだと思います。ということで、2等車、今のグリーン車ですね。それと3等車では普通車ですけども、このね、12両編成中3両ね、つながっていたということです。ただしですね、この7から12の方ですね、これは付属編成ということで、博多駅嵐。それですね、6号車がね、3等車になって、博多から長崎の間はこの6両編成、7両編成ですね、で運転したそうです。最後までご覧いただきありがとうございました。またどうかよろしくお願いいたします。